ンショルダーバッグの作り方です。出来上がりサイズは横が34センチで縦は23センチ、まちは6センチです。ポケットは2つついていて、スマホが縦に入るサイズです。紐を長くしてサコッシュのようにしても良いです。内側はマグネットホックです。材料はこちらです。表布が 40×32 センチ2枚、裏布は 40×46 センチが1枚、ポケット用が 26×18 センチが1枚と、紐が 12×60 センチ、あとマグネットホックが1つです。紐を作ります。半分に折って真ん中に向かって折ります。紐状に折ります。両端を縫います。両サイドを縫いました。ポケットを作ります。上端を2センチ折って内側に1センチ折り込んでアイロンを当てます。端を縫います。この布端を縫いました。3辺を1センチ内側に折ってアイロンを当てます。端のほつれが気になるときは 1,2 本引き抜いておきます。裏布の真ん中で上から3センチのところに今作ったポケットを縫い付けます。真ん中の印を合わせて端を縫います。仕切りをつけたいときは縦に仕切りも縫います。今回は真ん中を縫います。ポケットを折って印をつけておくと良いです。ポケットの待ち針を打つときは下にこのような硬いシートなどを置くと待ち針が打ちやすくなります。アイロン台の上で打つと下に針が引っかかりやすくなるので、下は工作マットなどでも良いです。ポケットがつきました。表布にホックをつけます。上端から2センチのところに丸を置いて切り目を入れて、ここにホックをつけます。反対側も同じようにつけます。表同士を合わせて3辺を縫います。縫い代を開いてアイロンを当ててから、そこに6センチのまちを作ります。縫い目から 3×3 センチの四角を描いてから斜めの線を描くときれいにまちが作れます。裏にも同じように描いてまちを作ります。4箇所描きました。これを折ると
のように横の線を揃えて開くときれいなまちができます。線の上を縫います。縫い代を1センチ残して切り取ります。裏布も縫います。ポケットを内側にして両端を1センチの縫い代で縫います。裏布も同じように縫い代を開いてアイロンを当ててから6センチのまちを作ります。裏布は見えないので真ん中から3センチずつ6センチの線を引いて縫います。縫い代を1センチ残して切り取ります。表布に紐を仮縫いします。縫い代は開いておいて真ん中あたりに5ミリぐらい縫い付けておきます。このように紐を縫ったら中に入れてポケットが外側になるように表に返します。これを表布の中に重ねて上端を揃えて留めます。返し口を10センチから12センチぐらいつけます。返し口を開けて1センチの縫い代でぐるりと縫います。返し口から表に返します。表布が裏布の上4センチぐらい出るようにしてアイロンを当てます。返し口のところも1センチ裏布を折り込んで端から4センチになるように調整します。裏布の上をぐるりと縫います。返し口の真ん中あたりから縫うと良いです。待ち針で留めても良いですし、このように深めのクリップで留めて縫っても良いです。次にこの紐を押さえたいので紐の端だけ縫っても良いですし、一周縫っても良いです。今回は一周ミシンをかけます。紐のところは端を返し縫いしておきます。上一周縫いました。この両端だけ返し縫いしています。マグネットボタンがあるので、押さえが幅広の家庭用ミシンの方はここだけ押さえるのが良いかもしれません。スライドゲージ、このように動いて固定することができるので印付けに便利です。返し口の印をつけるときも、例えば7センチなら7センチに合わせて、これで簡単に印がつけられます。他にも円が描けたり紹介動画もあるのでそちらをご覧ください。こすると消えるカラーペン、これはダイソーで買ったもので発色がよくアイロンで消えるので買いました。目立つところに使うと後の型が残ることがあるようなので見えないところに使うことがおすすめです。このように一瞬で消えるのでとても便利です。